いや、どうもどうも。週末 YouTube で動画でも見てるかい？のんびりしてる時間って本当に最高だよな。最近さ、経済ニュース見てると、日銀がまた国債を買い入れたとか、国債の買い入れ額を減らすなんて話、よく出てくるだろう。なんだか難しそうだし、自分には関係ない話かなって思うかもしれないけど、実はこれ、俺たちの生活とか銀行預金なんかに結構な影響がある大事な話なんだぜ。疑問1、日銀の国債買い入れって一体何なんだ？まず、日銀ってのは日本銀行のことだ。俺たちが普段使ってるお札には日本銀行券って書いてあるだろう。それを発行してる日本で唯一の中央銀行だな。銀行の銀行みたいな存在だ。で、国債ってのは簡単に言えば国が発行する借金の上昇のことなんだ。国も道路作ったり、医療にお金使ったり、いろんなことにお金が必要だろ。でも税金だけじゃ足りない時があるから、みんなちょっとお金貸してくれよって言って、この国債を発行して、いろんな銀行とか保険会社とかに買ってもらうわけだ。で、期間が来たら、利息をつけて返すよっていう約束手形みたいなもんだな。日銀の国債買い入れってのは、その名の通り、日本銀行が世の中の銀行とかからこの国債を買い取るってことなんだ。なんで日銀がそんなことすんだって思うよな。これが肝なんだ。疑問に、なんで日銀は国債を買い入れるんだ？日銀が国債を買い入れる一番の目的は、世の中にお金をジャブジャブと供給して景気を良くしようとすることなんだよ。考えてみてくれ。日銀が国債を買い取るとき、その代金として、世の中の銀行に日銀のお金を払うだろう。そうすると、世の中の銀行は、日銀から受け取ったお金を、今度は俺たち企業とか個人に貸し付けたり、投資に使ったりできるようになるわけだ。銀行にお金が増えるってことは、うちの銀行、お金いっぱいあるからもっと企業にお金貸したいなって思うようになる。そうすると、企業は設備投資したり、新しい事業を始めたりしやすくなるだろう。個人的にも、住宅ローンとか、車買うためのお金とか借りやすくなったりするかもしれない。そうやって、世の中全体にお金が回りやすくなると、企業は活動的になるし、みんなもお金を使いやすくなる。結果として、経済が活性化して景気が良くなることを期待してるわけだ。これを金融緩和って言うんだな。まあ、景気が悪い時とか、物価が上がりにくい時によく使われる手段なんだよ。疑問3、俺たちの生活にどう響くんだ？これが俺たちの生活にどう関わるかって話だけど、いくつか影響が出てくるんだ。1、金利が低くなる傾向がある。銀行にお金が増えると、銀行はお金を借りてくれる人いませんかって貸し出しの金利を下げてでも貸そうとするんだ。だから、住宅ローンとか車のローンとかの金利が低くなることが多いんだよ。これはお金を借りる側からするとちょっと嬉しい話だよな。2、銀行預金の金利は割りにくい。一方で、銀行預金の金利は割りにくい傾向がある。銀行としては借りてくれる人に安く貸したいから、預けてくれる人にも高い金利は払いたくないわけだ。だから、なかなか貯金が増えねえな、なんて感じることになるかもしれねえ。3、円安になる傾向も、世の中にお金が増えると円の価値が下がって、円安になる傾向もあるんだ。円安だと海外から物を輸入するときに高くなるから、それが物価に跳ね返ってくることもあるかもしれねえな。まあ、車で作ってる製品を海外に売ってる会社とか、輸出が好調な会社にとっては、円安はプラスになることもあるんだけどな。最後にまとめてみようか。まあ、そんなわけで、日銀の国債買い入れってのは、日銀が銀行から国の借金国債を買い取って、世の中にお金をたくさん供給することで、景気を良くしようとする政策ってことだな。金利が下がったり、円安になったり、俺たちの預金金利に影響があったり、意外と身近なところに影響があるんだよ。日銀が買い入れ額を増やしたり減らしたりするってニュースが出たら、これ俺たちの生活のお金の話に繋がってるんだな、くらいに思っとくと、世の中の動きがちょっと面白く見えてくるかもしれねえよ。まさか日銀が国の借金を買い取ってるなんて、面白い話だよな。